6月中旬、富士フイルムから新しいレンズが発表されました。そのニュースを見た瞬間、嬉しさと同時に少しだけ大丈夫かなと思いました。今回はその大丈夫かなという気持ちの正体と、それがどうして私たちのカメラライフを豊かにするきっかけに変わったのかというお話をしたいと思います。富士フイルム X キャスト旗本です。この番組はカメラのある毎日をもっと楽しくするためのヒントを共有する番組です。さて、今回のテーマは XF23mmF2.8RRR 6月中旬でしたよね。発表がありまして、それからちょっとね、少し時間が経ってしまっていますが、まだね、お話をしてなかったので、今回は取り上げていきたいと思います。この注目のパンケーキレンズですね。この一本が私たちのカメラのある暮らしをどう変えてくれるのか、その可能性についてお話ししたいと思うんですが、XF23mmF2.8 このニュースを見たときね、待ってましたというふうに思いました。小さくて、軽いパンケーキレンズね。今までも富士フイルム何種類かね、パンケーキレンズと呼ばれるものを出してきてます。27mm は初代とマーク2もありますし、あと XF の 18mm もそうですかね、パンケーキレンズと呼ばれてますね。あと何かありましたっけね。富士フイルム以外でもね、出てたりしますけれども、今回は富士フイルムの XF23mm F 値が 2.8 ということでね、23mm 自体も今まで何種類か出てますけれども、今回はパンケーキタイプということで気になってる人も多いんじゃないかなと思っております。特にね、噂されている新しい XE5 ですね。これとの組み合わせ、ね、想像しただけでかなり、ワクワクしますよね。お散歩カメラが完成しそうな気がします。ただその一方でね、いろんな情報がすでにね、入ってきてます。オートフォーカスのモーター音がちょっと大きいらしいとか、開放で撮ると画面の隅が少し甘い描写になるとか、加えて以前からある F2 のレンズよりも価格がちょっと高いなとか、こういう情報がいろいろ出てまして、この期待と不安の板挟みの中でね、このレンズ本当に自分が買うべきものなのかなという、ちょっとだけね、心がざわついてしまう、そんな気持ち皆さんにもありませんか？この不安と期待の葛藤こそが、私がこの配信の冒頭でお話しした大丈夫かなという気持ちの正体です。せっかくね、最高のコンセプトのレンズが出たのに、スペックに弱点があったらどうしようというね、そういう不安な気持ち。でもね、ここで一度立ち止まって考えてみます。このレンズのいわゆる弱点は本当に欠点なのでしょうか？私はそうは思いません。これはね、究極の携帯性という目的のために意図的に割り切った富士フイルムの哲学の表れです。その哲学を理解する上でも最も大切な問いがあります。それはなぜ 23mm なのかということですね。この番組でもね、2年続けてリスナーの方にアンケートをね、してまして、最も使用頻度の高いレンズとしてね、アンケートしてたんですけれども、2年続けて1位に選ばれているのがこの 23mm という焦点距離ですね。では一体何が私たちをこれほどまでに引きつける焦点距離なのでしょうか？私自身はこれまで 23mm をメインで使い込んできたことはありませんでした。どちらかといえば背景を整理して被写体を印象的に切り取るような中望遠ですね。
中望遠の画角を好んで使ってきました。でね、先日ですかね、焦点工房さんから TT アルチザン AF23mm F1.8 というレンズをご提供いただく機会がありましてね、ちょっとの間、集中的に使ってみました。で、いつも見慣れた京都の街並みをね、歩いてみたんですけれども、なるほどなぁと思いました。今まで中望遠では捉えきれなかったその場の空気感とか文脈まで自然に一枚の絵に収まるということでね、まさに、これかと、多くの人が自分の目が見えている世界に近いというあの感覚をね、初めて理解できた瞬間でした。スペックでは語りきれない、しっくりする感じ。それこそが 23mm が私たちを引きつける本当の理由なんだと、この経験で感じました。だからこそね、この新しい純正の 23mm パンケーキ、特定のカメラだけのものではなく、今ね、XE4 を使っている方にとってはシステムを完成させる待望のピースでもありますし、XT5 のユーザーであれば、高画質をポケットに入れて持ち運ぶような全く新しい体験が待っているんじゃないかなと思います。はい。ここまでね、いろいろお話ししてきましたが、結局のところこのレンズは買いなのでしょうか。私はね、完璧なスペックを持つレンズを時々特別な日のための美しい礼服のように感じることがあります。その礼服を着ればパーティーの主役になれるかもしれない。一点の曇りもない完璧な一枚が撮れる。でもその窮屈さのせいで私たちは晴れの日、つまり特別な撮影日にしかカメラを持ち出さなくなって、日々の何気ない散歩やふとした瞬間の光を見過ごしてしまうのではないでしょうか。この XF23mm F2.8 はその窮屈な礼服を脱ぎ捨てて、いつものお気に入りの T シャツのように気軽に羽織るためのレンズかなと。完璧な一枚を年に数回撮る喜びよりも、心が動いた瞬間を毎日記録できる喜び。このレンズは私たちにそう語りかけています。スペックはもういい、ただ撮ろうという。それこそがこのレンズの本当の価値であり、私たちがカメラという趣味を長く深く楽しむための最も大切な答えなのだなぁと私は思います。さて、X23mm F2.8RWR のお話いかがでしたでしょうか。あなたにとってこれぞ自分の焦点距離だ。これぞ自分の視点だと感じる運命のレンズは何ミリでしょうか。そのレンズと出会ってあなたの写真がどう変わったか。ぜひエピソードを添えて YouTube のコメント欄で教えてください。そして今回の配信でお話しした内容をより詳しくスペック表や他のレンズとの比較を交えて解説したノートの記事も公開しておりますので、もっと深く知りたいという方はぜひこの配信の概要欄にあるリンクからチェックしてみてください。今回の話が少しでもあなたのカメラライフのヒントになったら、ぜひポッドキャストのフォローや YouTube のチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。皆さんの応援が励みになります。ここまでお聞きくださりありがとうございます。富士フイルム X キャスト旗本でした。それではまた。